プラス AI ニュースラボ。今回のディープダイブへようこそ。あなたが共有してくれた情報源、拝見しました。国旗損壊罪ですか。新設案結構話題になってますよね。現行の外国国章損壊罪と比べて、何がどう変わる可能性があるのか、一緒に確信を探っていきましょええ、よろしくお願いします。今回のポイントはですね、単に条文が似てるかどうかだけじゃないんです。むしろ法律が何を、誰を守ろうとしているのか。つまり保護法益ですね。それと誰が訴えを起こせるのか。控訴条件。このより本当的な部分がどう変わる可能性があるかっていうそこですね。ここが理解の鍵になります。う。なるほど。本当的な部分。まず、提案されている国旗損壊罪。自民党と日本維新の会が検討していると。ソースによれば、外国の国旗を対象にする今の法律、刑法92条でしたっけ。これと、侮辱目的で損壊とかを罰するっていう点では、似てると。その通りです。しかし、決定的な違いは、さっきもちょっと触れましたけど、控訴条件にあるんです。現行の外国国章損壊罪って申告罪なんですよ。申告罪。ええ。つまり、その国の政府が罰してくださいと正式に要請しない限り、日本の検察は起訴できない。これは主に外交関係への配慮が目的だからですね。へー、そうなんですね。ええ。じゃあ、デモとかで外国の旗が燃やされても、相手国がわざわざ訴えてくれって言わない限りは、日本では罪に問わない。だからソースによるように、実際に処罰された例が、ほとんどないっていう、そういうわけですか？まさに、そうなんです。なので、現行法はちょっと、形式的な存在とも言えるかもしれないですね。で、対して、提案されている国旗損壊罪は、非申告罪になる可能性が高いと見られています。非申告罪。そうです。そうなると、外国政府のような、被害者からの訴えっていうのはいらなくなる。警察とか検察が侮辱目的ありと判断すれば捜査起訴できるわけです。守る対象も多分外交っていうことから、日本の名誉とか国民の敬愛の念みたいなものに変わるかもしれない。そうなると、より実質的な意味合いを持つ法律になる可能性はありますね。それは大きな違いですね。じゃあ具体的に考えてみたいんですけど、例えばあなたがデモに参加して自分で買った日本国旗を燃やしたとします。今は自分のものだから器物損壊にもならないし、特に罪はないんですよね。そうですね。現状では自分の所有物である日本国旗を燃やす行為そのものを直接罰する法律はありませんから、それが新法ができたらどうなるんでしょもし、この非申告罪の国旗損壊罪ができればですね、その行為に日本国を侮辱する目的があったと立証された場合、この場合は罪に問われる可能性は、非常に高くなると考えられます。目的の立証ですか？ええ。でもその侮辱目的って内心の問題でもありますよね。デモの熱気の中とかでどうやって客観的に侮辱目的があったって判断するんでしょうか？そこが難しそうですけど。おっしゃる通り、そこがまさに運用の鍵になりますよね。侮辱目的の有無は単に燃やしたっていう事実だけじゃなくて、その時の言動であるとか、周りの状況とか、そういう客観的な証拠に基づいて検察が判断することになるでしょうね。それに、非申告罪になったからといって、すべてのケースが起訴されるわけでもなくて、事案の重大性なんかを考慮した検察の裁量っていうのも働きますから。なるほど。国内の国旗でその侮辱目的が焦点になるのは分かりました。でもそもそもこの議論のきっかけになった外国の国旗を燃やすケース、あれはどうでしたっけ？ソースにあった2014年のロシア国旗の件、あれが興味深いですよね。手製の模倣品は罪にならないと外務省が見解を出したとか。あ事例ですね。ソースによるとあれはロシア政府からの正式な請求があったわけではないようです。ここでもやっぱり保護法益が関係してくるんですよ。保護法益。はい。外国国章損壊罪が守るのはあくまで国家の尊厳を象徴する公式の国旗国章なんです。それによって外交関係を守るという目的。ふむふむ。ですから、デモ参加者が個人的に作ったような手製の模倣品。これはいくら見た目が似ていても法律が守ろうとしている厳密な意味での国旗に当たらないんじゃないかと、これが有力な解釈なんです。へえ、それは面白い解釈ですね。じゃあ、
新しい日本の国旗損壊罪。こっちではその公式かどうかの区別ってどうなるんでしょう？例えば応援グッズの小さな手旗とか、あれは自分で布を切って作った日の丸でも侮辱目的があればアウトになる可能性ってあるんですか？それがまさに今後の大きな論点だと思います。ソースも指摘しているように、保護法益が国民の敬愛の念といったより感情的なものになると、ね。国民が一般的に国旗と認識できるものが広く対象に含まれる可能性が出てくる。そうなるとおっしゃるように装飾品とか手製のものであってもその場の状況次第では侮辱目的が認定されて、で罪に問われるリスクっていうのは否定できないかもしれないですね。なるほど。今回のディープダイブで単に条文が似ているってだけじゃなくて、非申告罪になる可能性とか、保護法益が変わることで提案中の国旗損壊罪っていうのが現行法とは全く異なる影響を用いるんだなってことがよくわかりました。ありがとうございます。そうですね、その通りだと思います。そして最後に、あなたに一つちょっと考えてみてほしい問いがあるんです。もしこの法律が成立して、守るべきものが外交関係からもっと国民感情とか国の名誉みたいなものにシフトした場合、特にインターネット上の画像とかミームとかも含めて、侮辱とは何か、そして国旗とは何か、その定義とか境界線っていうのは今後社会の中でどういうふうに解釈されて変化していく可能性があるんでしょうか。これは今回の情報源だけでは答えが出ない、ちょっと未来への問いかけかもしれませんね。